だこういうことを知っていれば自分たちが日々の行動の一つ一つでどういう影響を与えていくかっていうことを選べるんですね。で知らないと知らないうちに地球の裏側の誰かを傷つけてしまったりとか大事な資源を奪ってしまったりとか、いや知ってたらこれやんなかったなっていうことをやってしまうんですね。どうも環境コンサルタントの松田です。私ですね、普段環境省さんとお仕事させていただいたりとか大学で環境についての授業をさせていただいてるんですけれども、その中でですね、本当にいろんな方がいろんな研究とかいろんな取り組みをやられてるんですけども、なかなかそれが一般の方に伝わっていかない、なかなかそれが普及していかないっていう課題認識を持ってまして、そこで僕に何かできることないかなと思った結果、環境について分かりやすく発信していく、そういう YouTube チャンネルを作らせていただきましたので、皆さんよろしくお願いします。では今回第1回目なんですけれども、まずそもそもなんで環境について学ぶことが大事なのかっていうことについて、私たちの日々の生活との関係からご説明したいと思います。まず皆さん一つ聞きたいんですけど、環境を守ることって大事だと思いますかって聞くと、多分ほとんどの人がいやそりゃ環境を守るのは大事でしょ、当たり前じゃんと思うと思うんですよ。なんですけど、じゃあそれと自分たちの日常生活ってどれぐらい関連づけられてますか？例えばブラジルでアマゾンの熱帯雨林がどんどん伐採されているとか、アフリカで砂漠化が進んでいるとか、密猟で象が絶滅しそうだとか、そういう話を聞いて大変だなって思うと思うんですけど、でも実際ちょっと遠い国の話のような感じがして、あんまり自分ごとにできてないっていう方多いと思うんですよね。ただこういう話って結構僕たちの日常と関係していることが多いんですよ。この動画を最後まで見ていただくと、日常の日々の自分の行動の選択と世界の環境問題との関係についてちょっと見方が変わると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で今回全てのケースを紹介することはできないんですけど、今回一つの例としてマングローブ林と私たちの生活の関係についてご説明したいと思います。皆さんマングローブってご存知でしょうか？熱帯や亜熱帯の汽水に生える根がとても入り組んでいる木なんですけども、このマングローブには様々なありがたい機能があるんですね。一つは魚やエビ、カニなどの海の生き物、水産資源を育てる場であるということ。マングローブの葉っぱが豊富な栄養を供給することに加えて、根がとても入り組んでいるので、サンゴ礁みたいに小さな生き物がとても隠れやすいんですね。なので卵から帰ったばかりの稚魚なんかが育つにはもってこいなんです。ちなみにこうした特性からマングローブ林は海の命のゆりかごとも言われています。またマングローブ林の多い東南アジアでは家を建てるための木材とか火を起こすための炭としても使われています。つまり生活の基盤を提供してくれてるってことですね。他にもマングローブは人の命を守ることにも役に立ってます。例えば2004年のスマトラ沖地震では津波などの被害によって20万人以上の命が犠牲になってしまいましたが、マングローブがあると消波ブロックのような役割を果たして津波や高波の被害を軽減してくれるんです。実際マングローブがあった地域では津波の被害が軽減されたっていう報告がいくつもされてるんですね。波を打ち消すっていう点に関しては非常に分かりやすい実験動画があるので、興味のある方は概要欄からご覧ください。さらに気候変動についても非常に重要な役割を担ってくれています。マングローブは水に浸かっていることが多いので、枯れても分解されにくく、そのまま炭素を土の中に多く貯めてくれます。ちなみに同じ面積だと熱帯雨林の3倍以上の炭素を貯めているというふうに言われています。さてこれだけいろんな恩恵を与えてくれるマングローブなんですけど、今ものすごく減ってます。例えば世界で最もマングローブ林の面積が広いインドネシアでは1980年の時点で4200ヘクタールあったマングローブは2005年の段階では2900ヘクタールまで減っています。つまりたった25年で 30% も減ってしまったんですね。あらら大変ですねと。でもそれと僕たちの生活何が関係あるんですかということについてこれからご説明します。まずマングローブ林の減少の要因にはいろんなものがあるんですけど、その中でも最も影響が大きかった要因はこちら、そうエビの養殖なんです。マングローブ林をどんどん切り開いて、そこにどんどんエビの養殖場を作る、それがこのマングローブ林の減少の一番の要因だったんですね。でそのエビを食べてたのが誰かっていうと、私たち日本人なんです。今はエビの輸入量はアメリカが世界でナンバーワンですが、少し前までは日本が第1位でした。日本は海に囲まれているので水産資源が豊富なイメージがあると思うんですけども、実はエビに関しては自給率は約 4% しかなくて9割以上を輸入に頼っている状態です。そしてその多くが今でも東南アジアから輸入されています。
僕たちはエビを食べたいと思えばですね、スーパーに行けば安いエビは売ってるし、惣菜コーナーに行けばエビフライは置いてるし、そんなに高いお金を払わなくても外食で天丼は食べられますけれども、それはこの東南アジアのありがたいこのマングローブ林の破壊の上に成り立っていることなんですね。言い換えればですね、今日エビの天ぷら食べたいなとか、天丼にしようとかっていう日々の行動の一つ一つが海の命を育む、生活の資材も提供してくれる、災害も防いでくれる、二酸化炭素も食べてくれる、そういうありがたいマングローブ林を破壊していたということなんですね。いかがでしょう。こういう話を聞いてエビを見る目少し変わった方もいるんじゃないでしょうか。でもこういう話って本当に多くて、アマゾンの熱帯雨林の話も、世界の水不足の話も、大量絶滅の話も、日々の生活と大きく関わってます。こういった話を聞いても行動が変わらないっていうこともあると思います。実際このエビの養殖に関しても、アジアの国々が外貨を取得するために国家プロジェクトとして進めていたっていう側面もあります。短期的な経済発展を目指すっていうのも一つの正義かもしれません。ただこういうことを知っていれば、自分たちが日々の行動の一つ一つでどういう影響を与えていくかっていうことを選べるんですね。で、知らないうちに地球の裏側の誰かを傷つけてしまったりとか、大事な資源を奪ってしまったりとか、いや知ってたらこれやんなかったなっていうことをやってしまうんですね。逆も同じです。知っていればプラスの影響を与えることもできます。なのでまずは学んで知って、それから判断できるようになっていただければなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。今回はですね、なぜ環境について学ばないといけないのかというテーマでお話しさせていただきました。で、実際これはいろいろあると思います。僕自身も最初はいつも遊んでた自然がなくなったりとか、生き物がどんどんいなくなったりとかして、それをどうにかして食い止めたい、どうやったら自然が守れるかなっていうところから勉強を始めました。ただ今回ですね、これなら誰にでも当てはまるかなというふうに思って、こういうお話をさせていただきました。勉強になった、面白かった、共感するよっていう方、高評価していただけるとありがたいです。また今回マングローブの話をさせていただいたんですけども、本当にお話ししたい内容ってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、今回は海外の話が多かったですけど、国内も本当にいろんな環境問題ありますしね。で、僕もまだまだ勉強中ですけども、これからもですね、どんどん情報を発信していこうと思いますので、一緒に学んでいきたいという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。より多くの人が環境について知識を得て、その上で行動を選択するようになれば、環境問題、社会問題、いろいろ解決すると思います。ぜひ一緒により良い世の中を作っていければと思いますので、今後もよろしくお願いします。ではまた。